スカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部。こんにちは、クイズノックの伊沢拓司です。やっぱりこういうことなんだよな。雷親父と言われ、整えるからスポーツコン選手ディショナ本当に社会みたいな。ー。この動画は ABC ラジオなどで放送中の番組スカイプレゼンツ、こちらクイズの放送部と連動したクイズ動画となっております。ラジオをお聞きの皆様もこの動画で初めて番組に触れる方も一緒に楽しんでください。もの指示ラボ、これ知ってます？このコーナーでは毎回ある言葉に関する穴埋めに挑戦していきます。動画をご覧の皆さんと一緒に、伊沢さんこれ知ってます？という言葉の意味や正しい使い方を深掘りしていきます。さあ、今回の穴埋めは何でしょう？歴史人物辞典来ました。医学を学んでドイツの世界的細菌学者コッホのもとに留学。この人ですね。ありがとうございます。やっぱりな、やっぱりこういうことなんだよな。やっぱり知識は大事だし、大ヒント言いますよ、今から。時事って大事なんです。時事問題ってすっごく大事なんですね。世間で久々にニュースになったこととか、意外とこの偉人が再注目されるとか、あとはそのドラマになるとかね、そういうのがあると久々にその人の情報を教科書以来で見たりするわけですよ。そういう時に再びもう一回ちょっと詳しく知ってみようかなみたいなことを思うことはすごく大事で、どうしてもね、人間は忘れるんで、忘れるたびに入れていくことが必要なんですけど、そういう時にやっぱりね、時事的に問題に触れておくってことが大事なんですよね。僕20年クイズやってて、ありがたいことに忙しくさせていただいてますけど、忙しい中でどうして伊沢さんはクイズが強いままなんですかってありがたいことに聞いていただける機会が多くて、忙しいんだけど時事問題だけはやってるんです。時事問題だけやっておくと意外と復習になるんですよね。これが過去に学んだことね。これ大事なんです。だからね、大人たちは新聞を読めとかニュース見ろって言ったりするんですよ。意外とああいうのがね、役に立ってくるんです。教科書の復習とかにね。役に立たなくたって面白いんだけどね、時事ニュースとか。最近僕はその AI で時事問題自動で作るシステムとかをですね、作ってですね、時事問題の回収に勤しんでるわけですよ。なのでこの人物についてもよくよく知っているよと。この人物はね、かなり怒りがちで、雷親父と言われ、あだ名にもなってて、ドンネルとか言われたみたいですね。親父を意味する言葉でね、ドンネルって言われてたりとか、あと大学に名前を残してたりとか、まだまだウイニングランできるぞ、メガネをかけてたりとかね。メガネをかけてるとお札の肖像にしやすいらしいですね。顔が複雑な構造になるから。最近のお札の技術だと昔に比べてのっぺりした顔を描きやすかったりするんで、昔はね、偽造防止で複雑な顔じゃなきゃいけなかったりとか、ひげが生えてないといけなかったりとかしたらしいんですけど、最近技術がすごいんで、渋沢栄一さんみたいなちょっと顔の特徴が普通な方でも肖像になるようになったという話があるんですが、この方はかなり最近お札の肖像画になったにもかかわらず、結構複雑な眼鏡かけたりとかねしてますね。それはひとえにこの人の業績が偉大だから お札になったと、そういうことなんでしょう。もう分かりましたね。もうたくさんヒントを出しましたね。これなら皆さんと私の答えが一致することでしょう。さあ、お見せしましょう。こちら、答えは北里柴三郎です。ありがとうございます。その通りでございました。1889年に破傷風菌を発見し、翌年血清療法の開発に成功する。そして1914年に北里研究所を設立し、多くの弟子を育てたということで、やはり日本の医学を発展させた北里柴三郎先生は答えでした。気持ちいいものはウイニングランよ。分かった時に分かったぜって言っていっぱい喋るのがやっぱ楽しいんだよね、この仕事はね。皆さんはこれあくまでメディアだからやってるんだって、お近くの人の前で同じようなことをするのは厳に慎んでください。以上、ものしりラボこれ知ってますでした。続いてはスカイプレゼンツ、こちらクイズの放送部、ラジオ本編の中から歴史にヒントありのコーナーをノーカットでお届けします。素敵なプレゼントが当たるクイズもありますので、ぜひ最後まで見てください。どうぞ。歴史にヒントあり。モデル動画クリエイターのネオです。クイズノックの山本義明です。クイズノックの東ゴンです。このコーナーではテーマにまつわる歴史を学び、その歴史から今を生きるヒントを見つけます。紹介する情報は番組スタッフ調べです。ありがとうございます。ではエアコンの歴史をお願いします。はい、人類は昔から暑さをしのぐために雪や氷、水などを使っていたとされますが、やっぱり階段ですよね。さあ、暑い時といえば怖い話聞いてゾッとして涼しいという話ではなくですね、19世紀以降氷や水に頼るだけでなく機械で冷たさを作る研究が進んでいきます。オカルトなんてもう昔の話ですよ。科学の時代です。階段の話のせいでさ、何言ったか覚えてないもん。
入ってこなかったです。温度差がすごかったですか申し訳ないすごいじゃん。ということで、すみません置いてきますんではい。頑張ってついてきてついていこうはい、うんうん。 1902年うん。アメリカの発明家ウィリス・キャリア、すごいですね、もうキャリアがすごそうな名前だ。ウィリス・キャリアが印刷工場のために湿度を安定させる空調システムを開発したそうです。お。温度じゃなくて湿度、でもね空調システムってエアコンですから、うんうんうん。これは作業をする人のためではなく、うん湿気で紙が伸び縮みしカラー印刷の色がずれるのを防ぐため、紙のためだったんですね。なるほど。紙のため、印刷のため。製品とかに影響があるからはい、仕方なく導入したみたいな。でもそういう空間ありますよね。ワインセラーとかも、んうんうん。ワインをなんか一定の温度で保つためにみたい涼しいもんね。な、物って大事ですから。はい、うん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 。でこれは冷却コイル、送風機、空気を送るダクトなどを組み合わせた工場向けのシステムうん。ということで、アメリカの各地の工場で導入されたと言われてます。おーまだじゃあ人用じゃないんだ。はい、産業の発達が第一ですかね。うん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 こういうの多いですね。そして1906年には同じくアメリカのノースカロライナ州の綿工場、綿をね加工して糸とかを作る工場ですね、そこで新たな空調システムが開発。また工場だ。工場です、なぜ生まれたのかと言いますと、うん綿の工場、綿の工場では空気が乾きすぎたり湿度が合わなかったりすると糸が切れやすくなってしまう、ということで、その糸とかをね扱いやすくする装置を作ろうということで、生まれたのがエアコンというわけですね。ここででも空気をコントロールしようって発想すごいですよね。すごいね。すごい製品に直接何か作用するんじゃなくて、空間をね。そうです。そのエアコンですが、今はねエアコンディショナーの略でエアコンと呼ばれていますが、その糸とかをね扱いやすくする過程でエアコンディショニングというねワードが生まれたんですね。じゃあここがエアコンというワード発祥みたそいうな。原点です。ここがすごい。コンディションね、コンディションを整えていく、コンディショニング、コンディショナーとなっていくわけですね。コンディショナーもこれから同じです、同じです。そうですよ。マジ？さあコンディションってことですからね。髪のコンディションってこと髪のコンディションコンディションをとか。整えるからそうですよね、スポーツコン選手ディショナー。本当に？うん。本当ですよ。マジ？エアコンのコンはエアコンディショナーですよ。きた。そうなんそうなんだ。リンスってこと？やってることはそうかも。そうですよね。リンスはちなみに洗い流すという意味の言葉で、全然語源が違うんですけど。でもサンスクリット語とかあったっけ？コンディショナーってインディー語だし言ったりさ、リンスって言ったりするじゃないですか。ちょっとね、語源はまた違違います。うってこと？そうでもちょっとね、作用性能というか目的がちょっと違うんじゃなかったかな。でもネオちゃんの方が詳しいんじゃないの？そんなことないの？でもリンスよりコンディショナーの方がいいなっていうわかるのはあるの。わかるなんかね、思いません？中に浸透するかどうかみたいな違いがあった気がちゃんと決違まってるうんだ。うんなんとなくコンディショナーの方が格上だと思ってました。あ、わかる。そう、本当にそう。内部のケアをするかどうかみたいはあ、そういうこと？ねあとあれ、トリートメントは？うわ、あそうだよ。なね。そうかも。うわ、トリートメントが三つ偉いのか。そう、トリートメントが最上級なイメージ。で、コンディショナー、リンス。そう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 。じゃあ今日何の回なんですか？エアケアの回じゃないですか？気になっちゃって。じゃこっから来てんだ。コンディショニング、乗ってます？ちなみに。コンディショナー。ちなみにリンス、はいあります。すすぐい。すすぐという意味ですね。はいすすぐという意味。洗い流してってはいね。種として先発後毛髪に滑らかさを与え毛髪の表面の状態を整える化粧品。あリンスと。うん書いてあります。なんか流さないトリートメントとかありますけど、あ、あるね。うん流さないリンスはない。ないそういうことだね。ね。定義的に。うんうんうん。おもろ。ちょっとエアコンの話していいですか？気になっちゃって気になっちゃって。エアコンの話戻ります。はい。先ほど1906年に綿工場だったんですけれども、1922年5月にまたウィリス・キャリア、お、同じ人じゃん。 20年後ですね、うん。前回の登場から20年間エアコンを作り続けていた男なのか、すごいけどウィリ。ス・キャリアは何者なんだ。遠心式冷凍機を開発したことで、空調は工場だけのものではなくなります。アメリカでは、こちらが映画館、デパート、オフィスビルなど人が集まる建物に広がったそうです。
うんごい人間用ってことですかね。だからそうだね。すごい人間が涼しくなるためのこの遠心式冷凍機は送風機やダクトで建物の中で空気を送るより大きな空調システムだとされていますと。夏場のデパートや映画館で大活躍、まあ、人いっぱい集まりますからね。ありがた気づいたんだね。これなんか人もいい感じなんじゃねって。でもちょっとこれ言っちゃ悪いですけど、ん100年前の夏って大して暑くないでしょいや今よりはそう思っちゃうよねだってうん僕たちが子供の頃でさえあの頃のいやだよ夏雑魚だったなって思うじゃん。思う確かに。 100年前って冬なんじゃないですかもはや。でもそうだよね冬までいかないと思うけど。わかんないですけど。でも今よりはね当時暑かったんじゃない？当時は当時ね。それこそだってさ今もさエアコンがあるから快適に暮らせる空間があるけど、はい。エアコンがなかったらなかったらなかったこう暑いよ。無理だよねそんな中ねちょっとでも涼しい空間が生まれたというのは非常に嬉しいことなんじゃないでしょうかね。はいそして1929年アメリカの家電メーカーフリージデアが家庭向けのルームクーラーを発売します。おー家庭にいたわけですね。おーここでもともとは冷蔵庫で培った技術だったものを部屋の冷房へと応用したとされています。冷蔵庫じゃあ冷蔵庫作ってそうな名前の会社ね。ね、フリージデアでも、冷蔵庫ね英語でリフリジレーターってことですから、はい、絶対そうじゃんフリーチ、フリーズね。フリーズ凍るみたいすっごいね冷やしてそうな名前のおーメーカーですが、ここが、な。まあ部屋全体を冷蔵庫にしようみたいな。素晴らしいざっくり言えば。素晴らしいただまだね、現代ほど気軽な家電ではなく、うん別の場所に重い凝縮ユニットというね、へーこういう装置が凝縮ユニット。言われております。それがなきゃダメうんなんだまだちょっとねごつくて、あんまり普及しなかったようですが、1947年にはより小さいそして安いうん。窓用エアコンというものが登場しそれが大ヒットと。あ、窓用エアコンなんか聞いたことある。うんうん、窓のところに取り付けるんですよね。そうなんです。窓見たことあるねおちゃん。ない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 窓エアコンというものがねありまして、へえ結局エアコンって外とつながってないといけないから、うん今だとホースとかで壁に穴開いてますけど、多分あそういうこと窓のところにこうやって直接くっつけるみたいな。えそうね。すっご今でもあるんですね。そうなんだまあ多分今でもうん普通の想像するエアコンとかよりは安いのかな。うん。へえまあ工事しなくていいですね。うんうん壁に穴開けなくていいし、室外機置かなくていいし。手軽にね、エアコンをつけたいよといううんうんうん時いい今でも使われている。そんなね、まあ、でもエアコンが大ヒッはいうんト、エアコンが普及していくわけですね。うんうんさてアメリカの話が続いていましたけれども、1961年に日本登場。日本の家電メーカー東芝が東芝家庭用スプリット型エアコンを発売します。お、うわすっごいなんかスすごそうプリット型っていうのはまあスプリット分かれるという意味ですけど、うん、うん室内機と室外機に分かれる方式。おうまあ、室内機っていうのは単純に言えば我々が思ってるエアコンエアコン、うん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 細長い形でうんね。白い部分ね、うん、うん部屋の空気を冷やして送る装置、うんで室外機はまあ圧縮機などで熱を外へ逃がす仕組みと。うん、おエアコン効いてる部屋のね外の部分になんか熱い風がうわーって出てきますけど、ーなるほどねまあ、中に冷たい空気を送る分外には熱い空気出さなきゃいけないということで、この2個が分かれたスプリット式が1961年に登場。これが現在のエアコンの形にまあだいぶ近いものですね。そしてエアコンですね、うんうんエアコンディショナーということで、空気をね状態を整えるということで、うん冷房だけではなく暖房にもなりますね。やっ本当にそうとやっと出てきました暖房。そうです。エアコンさっきまでねずっとこう冷やす話ばっかしてましたけども、はい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 エアコンは、暖房もエアコンですよと。うんうんこの仕組みとしては、ヒートポンプというね、うんそういう仕組みを活用してまして、まあ、なんか簡単に言うと熱を好きに移動させることができると、そういう、ね、装置があるんですね。うんで、まあ、部屋の中の熱を外に持ってったらなるほど涼しくなる冷房だし、うん外から熱を部屋の中に持ってくると暖かくなるから暖房になるし、すごいそういうのをね、ヒートポンプという装置を使って冷房だったり、暖房だったりをねこう切り替えてるわけですね。うんうんでこのようなヒートポンプ式の冷暖房兼用機が1950年代後半から1960年代にかけて登場していくわけです。うんおーうんじゃあ冷房の方がやっぱ先なんだ。うん、確かにまあ、暖房って別にね普通にストーブとかでいいですからね。そうだね。うんわざわざエアコンに入れなくてもうん火だけばあったかいっていう。
冷やすのって難しいんだね。冷やすのねね難しいですね。1980年代エアコンは電気代がかさむものと思われていました。うんまあ、今でもね家電の中だとだいぶ電気代かかりますけれども、うん当時はもっともっとうん本当にお金がかかるものだったんじゃないかなと思います。うんそこで開発されたのがインバーターエアコンうんでございます。モーターの回転を細かく変えて必要な分だけ動かすという仕組みで、うん設定温度に近づいたら弱く動き続けることで快適性と省エネ性が上がります。うんつまりまあ今まではとにかく冷たい空気を送り続ける機械だったのが、まあ、温度をこう検知していい感じの温度の時はまあ今の状態で保とうみたいな、うんそういうね強く冷やす機械から無駄なく保つ機械へ変わっていったということなんですね。うんなるほどすごいすごい。技術の進歩ありますね。うそしてさらに現在ではエアコンというとね、暑さから命を守る設備でもあると、うんん。いうことですね。今後エアコンを必要とする人がさらに増えるというふうに考えられておりまして、 IEA 国際エネルギー機関は2050年には世界の世帯のおよそ3分の2がエアコンを持つ可能性があると分析うわ、2050。うんまあ、さらにはね、2050年になるともうちょっとね、地球も暖かくなってるかもしれないし、確かに。もっと多くの人がエアコンを必要としている可能性もね、ありますね。ただ、無料でねエアコンが涼しくしてくれるわけではなく、もちろんねエネルギーを使っているわけで、エアコンを使う人が増えれば電力消費も大きくなっちゃいますよね。そんな中、日本でも来年4月に家庭用エアコンの新しい省エネ基準が始まりまして、世界中でエアコンを使い続けるために効率よくエネルギー効率のね、いいエアコンの使い方を考える時代が、到来してきているということですね。そうなんだ。ということで、もともとはね氷とかで冷やしていたエアコン、冷房ですが、現在では便利にね調整してくれるようになって非常に欠かせないものになっていったわけですね。ということで、こんなエアコンの歴史学んできましたが、ヒント見つかったでしょうか。ねおちゃん、いっぱいあって3つで悩んでいます。3ついっちゃう1秒以内に言えるんだったら3つでもいいですよ。無理無理無理。いっちゃうパパパ3つ言う ?3 つ言うパパパ融合してもいいよ。頭文字取ってじゃあ、でもな TKG みたいな感じ2つでもいいよ。で4個で2つにしようかな。おいいのかな。一回やってみる。一回やってみる。うん一旦ね、これで批判が来たらもう2個はやめる。クイズ答えらんないよって言われたら、確かにちょっとこれそうだね大事な回だからどうなるんだ。 2個いっちゃおうかな。 2個いってみる。はい、はいいきます。じゃあ今回の歴史から見つけたヒントは、ウィリスキャリアすごいとおとと、エアコンは暑さから命を守る設備です。こちらでしょう。あどっちもいい。いいよ。どっちもだってヒントじゃない？選びがたいですね。いいね一つにしがたいですから。そうだわ。なんかこう今まで歴史やってきましたけど、うんこのウィリスキャリア、うんこの一人の人がさ、こう20年もずっとこうやるってことあんまなかったですし、2回名前出てくることあんまなかったし、珍しいね。そう、やっぱりね大事ですからエアコンは。いいね。意外といいじゃん。いいじゃん。うん。結構真面目社会みたいなうん。感じじゃない。いつもそうですよ。いつも社会ですよ。歴史学んでますから。教科書っぽいなんかテストに出そうな感じじゃない？確かに。ウィリスキャリアイ。ギリスキャリア。ちもまずね、その始めた偉い人。そう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 。そして現代につながるエアコンのポイント。現代それから未来。これあから命をの穴埋守る。めみたいなのってありそうじゃん。ウィリスキャリア穴埋めでうん。後ろの方は多分そうで書くんだよ。そうなんだねこういううんカッコみたいなのに書け。これをテーマにね、だってね、1000文字ぐらい書けそうだもんね。 1000文字。書けるよ。はい、 1000文字です。いるよ、きっ今回のヒントは2つでした。と。大変だ。ということでどう答えるの？歴史にヒントありでした。ここでプレゼントが当たる問題です。におちゃんが歴史から見つけたヒントは何でしょこのクイズの答えが分かった方には抽選で素敵なプレゼントが当たります。スカイの公式インスタグラムからご応募ください。
スカイの公式インスタグラムの URL は動画の概要欄に貼っていますのでこちらから飛んでください。たくさんのご応募お待ちしております。動画への高評価、応援コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでスカイプレゼンツこちらクイズの構想部でした。またね。